皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの大失敗外交、ユダヤ民族全体を敵に回しかねないような無茶苦茶なことをしていることを皆さんにご紹介しようと思います。それは、ロシアのラブロフ外相が、ヒトラーはユダヤ人の血が流れており、最も強烈で残忍な反ユダヤ主義者はユダヤ人だといったことを主張したのです。これに付随する形で、ウクライナのゼレンスキー大統領もユダヤ人であり、所詮彼も同じようにネオナチに過ぎないといったような主張を行っていたのです。一般的に言えば、まさにとんでも理論みたいな話になるわけですが、これを言っているのがロシアの外相なわけですから、これを放置することは当然のようにできません。イスラエルはこのような意見に対して猛反発していますし、世界中に広がっているユダヤ人民族のネットワークに後押しされて、欧米各国の政府もこのような発言を批判しています。ロシアの外交は敵を作ることが非常に巧みで、一方において味方を作ることは全くできていない非常に低レベルな外交を展開していると言えるでしょう。それでは早速、ロシアがどのような失策を犯しているかニュースを見ていきましょう。イスラエル、ラブロフ外相のヒトラー発言に激怒。ロシアのラブロフ外相の発言に端を発したイスラエルとロシアの間の外交危機が今後エスカレートしていく兆しがある。日曜日、イタリアのテレビ局のインタビューの中で、ヒトラーがユダヤ系であることをラブロフ外相が示唆したことについて、イスラエルの指導者らは猛反発している。ウクライナのゼレンスキー大統領自身がユダヤ人であるのに、どうしてロシアはウクライナの脱ナチス化のために戦っていると主張できるのかと問われ、ラブロフ氏はこう答えた。私の誤解でなければ、ヒトラーもユダヤ人の血を引いている。だからゼレンスキー大統領がユダヤ系であることは全く意味をなさない。賢明なユダヤ人は、最も過激な反ユダヤ主義者は大抵ユダヤ人だという。第二次世界大戦中、ヒトラー率いるナチスドイツはホロコーストで600万人のユダヤ人を殺害した。ラブロフ外相の発言はユダヤ人によってユダヤ民族の大虐殺が行われたと主張するものであり、イスラエル国内で猛反発を巻き起こした。イスラエル外務省はロシア大使を呼び出し説明と謝罪を要求した。イスラエルのラビド外相はラブロフ外相の発言は許し難く言語道断な主張であるとし、重大な歴史誤認であると表現した。イスラエルのベネット首相はこう述べた。このような嘘は歴史上最も恐ろしい犯罪行為をユダヤ人自身のせいだとし、ユダヤ人を抑圧した者をその責任から解放するためのものだ。この時代に目撃している戦争はホロコーストと比較できるものではなく、ホロコーストに類する戦争もないのだ。ロシア外務省のザハロワ報道官はこう反論した。我々はイスラエルのラピド外相の反歴史的な発言に注目している。この発言はウクライナのネオナチ政権をイスラエルが支持していることを大いに説明しているとした上で、ユダヤ人とナチスの協力という悲惨な歴史的前例があると主張した。つまりイスラエルの主張こそ間違いであり、我々ロシアの方が正しいのだと逆ギレしたのです。ロシア側は我々こそが正しいのだとして次のような話を発表しています。イスラエル人傭兵、ウクライナでアゾフ連隊と共闘。ロシア外務省のザハロワ報道官はイスラエル人傭兵がウクライナで内務省系の軍事組織アゾフ連隊と共闘していると主張した。ザハロワ氏は政府系メディアスプートニクのラジオでウクライナでは実際にイスラエル人傭兵がアゾフ連隊と肩を並べていると語った。アゾフ連隊は2014年、極右グループを基盤に発足、東部ドンバス地方での親ロシア派武装勢力との戦いで名を挙げ、後に内務省管轄の部隊となった。現在はマリウポリのアゾフスターリ製鉄所に立てこもって抵抗を続けている部隊にもアゾフ連隊のメンバーがいる。ロシアのラブロフ外相は、ナチスドイツの指導者アドルフ・ヒトラーにもユダヤ人の血が流れていたと発言。ロシアとイスラエルの関係は悪化していた。ロシアはアゾフ連隊をファシスト、ナチスとみなしており、そうした組織とイスラエル人傭兵の共闘を示唆したことで関係悪化に拍車がかかるのは必至だ。この記事でもわかるように、ロシア側としてはイスラエルの現在の政権もネオナチを支援しているんだということを言うために、自分たちがネオナチだと言っている相手、ウクライナの部隊と今まさにイスラエル人部隊が一緒になって戦っている。だからこいつらは全員ネオナチだという無理やりなレッテル張りを行っているわけです。このようなロシア側の無茶苦茶な主張といったものを受けて、イスラエル側では
非常に大きな反発が巻き起こっています。そのために出てきた動きというものを一つご紹介しましょう。イスラエルは長年その周辺国との戦闘状態が続いている国ですから、軍事産業は非常に発達している国です。そのためイスラエル製の兵器といったものは世界各国に販売されています。そして今回の出来事をきっかけとして、イスラエルは自国の兵器を買った国々に対してウクライナに供与する分であればその許可を行いますよといった話などを流しているそうです。その中で注目されているのが対戦車ミサイルのスパイクです。アメリカの対戦車ミサイルジャベリンと同世代の撃ちっぱなしでトップアタック機能付き歩兵でも持ち運べる兵器としてウクライナに供与されればロシア軍の戦車、装甲車などを破壊するのに非常に役立つだろうと言われています。対戦車ミサイルスパイクはその型によって射程はそれぞれ変わってきます。短いもので 2.5 キロ、そこそこのもので4キロ、長いものでは8キロという具合にして、基本的には大きくなればなるほどその射程距離というものは長くなっていきます。また歩兵が持てるものだけではなく、ヘリコプターに搭載するものや装甲車などに設置するものなども様々派生型があります。そしてこの対戦車ミサイルをすでに購入、配備している国というものは NATO 加盟国にたくさんあります。ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペイン、トルコ、エストニアです。インターネット上ではエストニアがまずウクライナへの軍事物資の提供といったものを非常に積極的にしている関係で、最初に対戦車ミサイルスパイクをウクライナに送るのではないかといった話が出ています。こちらが対戦車ミサイルスパイクの演習風景です。歩兵が持ち運びでき、そして戦車の最も防御の弱い上面装甲を狙って破壊することができます。ウクライナに対戦車ミサイルが大量に供与されるようなことになれば、当然のようにロシア軍の被害というものは拡大します。ここ最近で大きな話題になっているのは、ロシア軍の実戦配備している戦車の中で最新型である T90 が撃破されましたよというのがニュースになっていました。この戦車は現在のところロシアの国力で作れる戦車の中では最も最新式と呼べるような技術というものを実用段階に押し込んでいるものであり、ロシアとしてはこの最新式の戦車というものをそれこそ非常に素晴らしい戦車として売り出そうというふうに考えていたはずです。ところが対戦車ミサイルが大量にウクライナに提供されれば、対戦車ミサイルの餌食になってその残骸が世界へと配信されることとなるでしょう。ロシアの兵器輸出に大打撃となるでしょう。今回の話で一番最初に押さえておかなければならないポイントがあります。それは決してイスラエルはロシアに対して反抗的な立場を取ったり敵対的な行動といったものを取ってきたわけではありません。むしろイスラエルはどちらかというとあくまでも中立的な立場を守って対ロシア制裁にも関わりませんし、事の推移を見守っているようなそのような立場だと言えます。しかしそのようなイスラエルを反ロシア的な方向へと追いやったのがむしろロシア側というのが今回の出来事の大きなポイントです。しかも気をつけなければならないのは、これはイスラエルという一つの国の出来事だけではなく、世界的に広がっているユダヤ人ネットワーク全体に対する喧嘩をふっかけたと言っても良いでしょう。何しろ第二次世界大戦時におけるユダヤ人大虐殺、その原因となっているのがナチスドイツではなくて反ユダヤ思想のユダヤ人による虐殺だったなどという主張をロシア側が行ったからです。そしてユダヤ人ネットワークというものは決して馬鹿にできるものではありません。古くからユダヤ民族は経済や金融、そして現代においては報道機関を中心とした様々な分野に自分たちの民族のつながりを持った人脈が広がっており、イスラエルという国が小さいんだから今回の件も小さな話で終わると考えるのは私は過小評価だと思います。それこそイスラエルの非常に大きな後押しをしているアメリカ国内においてこうしたユダヤ民族の結束というものが固まり、そしてウクライナを支援すべきだという声が高まっていけば、バイデン政権のウクライナ支援がさらに加速するような力が裏で働く可能性があるのです。ロシアの外交というのはとにかく敵を作ることには非常に巧みです。フィンランドやスウェーデンを NATO 加盟へと後押しし、それによって自国の安全保障をさらに厳しくするといったことを行っていますし、また現在においては今回ご紹介したような中立的な立場を守っていたであろうイスラエルをわざわざ自分たちから侮辱するようなことを言って、さらには全世界的に広がっているユダヤ人ネットワークそのものを
自分たちの敵にわざわざ作り変えようとしているのです。これを外交的大失策と呼ばず、一体何というのでしょうか。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックやもしくは拡散などもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。